YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、こちらですね、今回視聴者の方から自作のトレーナーを作ったのでレビューをお願いしますといった依頼がね、ありましたので、今回はこちらのレビューをしていこうと思います。なかなか自作でバタフライトレーナーを作って結構大変なんですけれども、第1弾作ってみましたというところになってますね。ちょっと楽しみになっていますね。早速ですけども、開けていこうと思います。はい、開封していきました。中身はこちらになっています。こちらがトレーナーとこちらが付け替え用のブレードになっています。今回こちらのトレーナーを作られたのはマスターデルタさんになっています。こちらのトレーナーの名前がバルムング。こちらのブレードの方がフェイクレプリカントブレードという風に命名されていますね。こちらが本物のレプリカントのブレードですけれども、そっくりな感じに作られているというところで、いとこがすごくこのレプリカントが好きだというところで、こちらのブレードも作ったようです。こちら付け替えができるようになっているので、ちょっと先にね、こちらのトレーナーをレビューした後にこちらのブレードの方にも交換をしてみようかなという風に思います。それじゃまず最初にこちらのスペックを紹介していこうと思うんですけれども、全長が 29.4 センチ、ハンドルの長さが16センチ、重さとしては 128g となっていますね。ハンドルが16センチということでかなり大きいナイフになっています。こうやって比べるとわかるかと思うんですけど、レプリカントもそこそこ大きいバタフライナイフではあるんですけども、それよりも一回り二回りぐらい大きいトレーナーになってます。ただ重さは 128g というところなので、振りやすい重さに仕上がっているところになってます。材質は聞いてないんですけど、おそらくこの大きさで 128g と比較的軽いので、おそらくアルミではないかなというふうに思います。マスターデルタさんからのコメントなんですけれども、穴を開けるところはハンドルプレーに影響するので、かなり気合を入れてドリルで穴を開けたというところと、あとネジの周りですね、ネジの頭がですね、ちゃんと埋まってるんですよね。ちゃんとこのネジの周りもしっかり加工した上で止めてるので、こういう風にネジの頭が出てないというところがね、すごく工夫してやられたというところになってます。まだね、辛口で大丈夫ですということなので、容赦なく辛口レビューをさせてもらおうとは思ってるんですけれども、ちょっと軽く触ってる感じなんですけれども、結構いいです。かなり正直スムーズにハンドルが動くんですよね。ハンドルの方もこういう風に溝が掘られていてっていうところにはなってるので、滑りづらいので結構いいかと思います。加工の時の傷なのかもしれないですけど、ちっちゃい傷がいっぱい入っているのは、結果的にね、滑り止めにはなってるのでいいかなというところで、あと全体的に少し大きいので結構技とかはやりやすそうかなというところになってます。で、こんな感じでかなりスムーズに動くので、全然ね、普通の技がこんな感じでできちゃうようなものになってて、正直かなり面白いですね。これは結構面白いものになってますね。ちょっとこちら遊んでみて、またね、レビューをしていけたらなというふうに思います。はい、テストフリップが終わりました。総評としてはですね、かなりいい感じのトレーナーじゃないかなというふうに思います。まずやっぱりこのネジ部分とかっていうのがしっかり埋め込まれているっていうところで、ここら辺を触ってもこのネジに指が引っかかったりとかっていったことがないので、ここはね、かなりストレスがないのですごくいいです。で、後ろの方もしっかりなっているので、ここは本当にね、多分大変だったと思うんですけれども、やられただけのことはあって、ここは本当指が引っかからないのでストレスフリーというところでかなりすごいなというふうに思いました。で、あとハンドルエンドなんですね。こんな感じでワッシャーとかがしっかり入っているので、ハンドルエンドは結構重たい感じになっているので、ハンドルエンドが重いな、重心あるなっていうのがすごくこういうふうに感じられるので、これは正直フリップが結構しやすいです。こういうふうに振ってるだけでもですね、結構わかります。なのでこういうロールオーバー系とかっていったね、技がかなりやりやすいですね。ここもすごくいいなという風に思いました。ブレードはこういった感じの形状になってるんですけど、こちらのブレードもすごくかっこいい感じになってますし、ハンドルの挙動も結構スムーズに動きます。こちらのハンドルプレーとかっていったところ、ガタつきっていったところもほぼほぼないようなところになっていますし、正直かなり完成度は高いなというところです。結構自分がバタフライトレーナーのレビューをするときに辛口で言ってるような部分をしっかりやられてるのでね、かなり正直いいなというふうに思いました。というところで、一旦褒めておくんですけど、ここから辛口レビューをしていこうと思います。あくまで第1弾というところなので、第2弾、第3弾と、次回作に期待を込めてというところで、辛口レビューを一応させてもらおうと思うんですけれども、こちらおそらくですけれども、このハンドルの材質とこのブレードの材質ですね、おそらく同じアルミだと思うんですよ。なのでどうしてもやっぱりこのハンドルだとこのプレート4枚表裏ですね。表裏でこう4枚経使っているのに対して、ブレードはこの1枚だけになっていますので、どうしても重心がハンドル寄りに
なってしまってます。なのでやっぱり振ってる時にハンドルエンドに重心が感じられるので、結構ロールオーバー系とかやりやすかったりはするんですけども、ちょっとハンドル寄りすぎな感じはしますので、どうしてもちょっとブレードの方が軽いなっていうのはすごく感じました。改善策としてはスクイードインダストリーズとかのトレーナーもそうなんですけども、やっぱりハンドル側がどうしてもちょっと重くなりがちな場合は、ハンドルはアルミだけどブレードの方はスチールだったりとかっていった少し重たいものを使ったりする方がいいです。ハンドルの方は軽い材質を使って、ブレードの方は重たい材質を使うことによって結果的にバランスが取れてすごく振りやすいといったようになってますので、加工が結構大変だとは思うので、なかなかスチールで作るのは大変かと思うんですけど、もしできるんだったらハンドルはアルミのままでいいとは思うんですけれども、このブレードの方がもう少しスチールなりなんなりちょっと重たい材質で作ったらよりバランスが中心寄りになるので、もっと振りやすくなるんじゃないかなというふうに思います。あとものすごく細かいんですけど、こちらの前品の部分なんですけど、こちら側はよく見てもらったらわかるかと思うんです。こちら側はこういう風に斜めになってるので、こちらは触ってても丸く加工されてるので、そんなにストレスが感じないんですけど、こちら側が若干直角気味になってるっていうこともあってですね、こちら側がちょっと振ってる時に指とかに当たるとちょっとガリッといくので、怪我をするようなあれではないんですけども、もしよかったらこっち側ももうちょっと斜め気味な感じにしてもらえるとすごくいいかなと思いました。ここはね、しっかり丸く加工されているので、ここもね、なかなかいいんですけども、こっち側が若干ちょっと出てるかなというところで、ちょっと惜しいところかなと思いました。でもね、ここもすごく気を使って丸められてるので、すごく自分が普段からレビューしてる時に辛口で言ってるところをしっかり見てもらってるのかなとか思いながら考えられて作られてるなっていうのですごく感心しました。ざっくりそんなところでしょうか。普段結構厳しく言うところを先にね、先行してちゃんと作っているバタフライトレーナーになってるので、正直あんまり言うところがなくて結構いいトレーナーだなというふうに思いました。最大のやっぱりこの重心の位置がどうしてもちょっとハンドル寄りっていうのはちょっと残念なところではあるので、こちらのブレードをスチールとかで作ってもらうだけでもだいぶ良くなるかなというふうに思います。せっかくなのでこちらのフェイクレプリカントブレードの方にも変えていこうかなと思います。はい、付け替えが終わりました。こんな感じになってます。すごくいい感じになってます。こちらのブレードもレプリカントそっくりですごくかっこいいですね。こちらが元々のブレードになってるんですけど、こちらもかっこいいですけど、どちらもすごくいい感じですね。あとしっかり作られてるので、結構ブレードの装着っていうのも結構簡単でした。こちらにしてもですね、すごくこんな感じで全然振りやすいものになってます。結構普通にいろんな技がね、使えるというかできるようなものになってます。僕は本当これレビューしてるだけなのであれこれ言うだけなんですけど、実際これを作るとなると結構いろんなことを考えながら調整しながらっていうのが必要になってきますので、すごく苦労されたかと思うんですけども、やっぱその苦労されただけあってすごくいいものになってます。ぜひね、次回作ができたらレビューさせてもらえたらなというふうに思いますね。マスターデートさんありがとうございました。他の方でも自分もこういった形で自作のトレーナー作ってみましたとかっていう方がいたら、ぜひ教えてもらったらこんな感じでね、レビューさせてもらったらなというふうに思いますね。はい、それでは今回ですね、こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、